今日紹介するのは匠オイルなどのコスパ最強系オイルの中でもさらに最強コスパトップ品質のオイルです。その名もラブカオイル。このオイルの特徴は至ってシンプル。それはベースオイルがエステル、パオであること。そしてエステル、パオという高品質オイルに見合わないコスパです。有名メーカーで同じベースオイルの組み合わせだとラブカオイルの2倍もすることもあります。そうすると安かろう悪かろうと思ってしまいがちですが、ちょっと待ってください。このオイルにはそう思えない安さがあるんですよ。ちなみに今回買ったのはレーシンググレードの 5W40。パオとエステルの組み合わせはレーシンググレードのみみたいなので、いいオイルを求めてる人はレーシング一択ですね。そこまでいいオイルじゃなくてもいいって人はセミレーシングとか他にもグレードが細かくあるので、そのあたりを選ぶといいかも。価格も5リッターで8000円、20リッターだと2万円ほどです。買うなら20リッター缶買ってバンバン買いましょう。私は今回試しで5リッターで買いましたが、後日20リッターをおかわり購入しました。この安さの秘訣は広告費を削るというものです。まあエンジンオイルの原価って思ってるよりもかなり安くて、洗練費もそうですが輸送費が高いとか保管の問題を考えたりしないといけないのが一番のネックだと思うので、そのあたりをうまいこと自社で全て解消しているんでしょう。ということもあってネット上には綺麗にまとまった情報はないのですが、今回私の方で Web と Twitter の情報をかき集めてみました。初見は匠オイルなどの安さ重視のオイルかと思っていましたが、調べていくとこのオイルはとても熱いオイルということが分かりました。今日はそんな興味深いオイルの紹介と軽いレビューをしますので、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。ベースオイルとはどんなオイルで作られているかのことです。鉱物油とか化学合成油とかありますよね。このラブカオイルは 100% 化学合成油ベースとなり、エステル、パオの組み合わせで作られているオイルです。エステルというと、いいオイルには必ずとも言ってもいいほど使われているオイルです。もともとは航空機にも使われていたオイルとよく言われますね。さて話は戻ってラブカオイルのベースオイルエステルについてです。エステルの一番の特徴としては金属に吸着するということです。例えばエンジンオイルが垂れ落ちた状態で使用するとエンジン内部で摩擦が発生するリスクがあります。しかしエステルは金属に吸着する特徴があり、垂れ落ちず金属に吸着して摩擦から守るのです。また性能としても熱に強く、油膜の強度も高く、先端と呼ばれる摩擦による破壊に対する強度、どれをとっても高い性能を持つのが特徴です。エステルはベースオイルの種類の中ではトップクラスに価格が高く、オイルメーカーのフラグシップモデルのみ配合されているようなオイルですね。そしてもう一つ配合されているパオについては、とにかくタフなベースオイルというイメージを持つと分かりやすいです。そのためパオの特徴としてはエステルよりも熱や先端に強いと言われるのが一般的です。と言ってもエステルの耐久性が悪いのではなく、むしろ優れているのですが、タフさに関してはパオの方がさらに上といった感じです。ちなみにプラスとマイナスの電荷の偏りがあることを極性というのですが、この極性が低いと添加剤の効果が素直に出やすいです。そしてこのパオは極性が低いエンジンオイルのため、余分な添加剤を入れなくても効果を出しやすいという特徴もあります。しかし摩擦係数だけは鉱物油よりも高いため、添加剤やエステルを配合して補うことが必要です。そのため加えて摩擦低減剤をミックスしているっぽいです。添加剤でさらに摩擦を減らしていくといった月並みなレシピかもしれませんね。しかしベースオイルの品質にはこだわっているので、素材の旨味が効いてくるはず。まとめるとそんなオイルかな。あまり言葉だけでは伝わりきりませんが、ただ安いオイルではなく品質のみにコストをつぎ込んだオイルなのです。
そのため高品質、低コスト、高級オイルもいいのですが、車は他にもお金がかかります。でも、エンジンオイルをケチって品質は落としたくない。でも、他にお金をかけることは、車以外にもたくさんある。車をストレスなく楽しく乗るために、このオイルを選択する。そういう人のためのオイルだと私は思っています。ラブカオイルを推したい本当の理由はここからです。それは、開発の中の人が熱いということです。さっきも少し出しましたが、メーカーのツイートが熱いんですよ。他社も含めて数値が出ているテストデータを公開したり、さらに、オイル業界の闇的な部分も触れたりと、ユーザーに寄り添ったブランディングをしています。これらはごく一部のツイートなのですが、なかなか熱いですよね。オイル好きというか、スポーツ走行する方は、各ツイートは見ておいても損はないんじゃないかな。なんかだんだん宣伝臭くなってきたけど、マジで提供とかではないです。逆に、中の人この動画を見ていたら、私が精子提供します。オイル交換してから300キロほど走りましたが、このオイルの特徴を一言で言うと、平凡な優等生といった感じです。すごいエンジンに変化があったかというと、特に分かりませんでした。しかし、油温が上がった状態でも、フィーリングが大きく変化することがないため、オイルの素性の良さが出ているのではないかなと思っています。ドリフトというエンジンをガンガン使い、冷えにくい環境をメインに開発されているので、質は保証されているし、値段は安いので、バンバン変えて、エンジンオイルのベストな状態を保つということができる。レーシンググレードといっても、冬の街乗りも全然こなせるオイルなので、一家に1ペール缶置いておいて、足車含めてバンバン交換してもいいかもですね。そんな私も、ペール缶で、このオイルをおかわりしてしまいました。買うなら、ぜひコスパのいい20リッターのペール缶ですよ。あまりそうだったら、親、友人、同僚、親戚に売りつけてあげましょう。他にも、皆さんの毎回入れている定番のオイルがありましたら、ぜひ教えてください。VTEC に良さそうなのがあれば、ペール缶で買って、親、友人、同僚、親戚に売りつけるようにします。そんな感じで、他メーカーも、この値段帯で、エステルとパオの組み合わせはあるけど、この開発への姿勢が熱いメーカーのオイルは買って間違いはないでしょう。中には知らぬ合間に中身がランクダウンするメーカーもあるしね。そんな感じでコスパ最強のエンジンオイルでした。エンジンオイルに毎回迷う人はぜひ